こんにちは、一人グルメ探求家です。今回は私がおすすめする渋谷ランチ5店舗をご紹介します。1000円台で食べられる高コスパなランチばかりなので、ぜひ最後までご覧ください。1軒目は自然派ワインとフランス郷土料理シュシュ。渋谷駅から6分、セルリアンタワー方面にあります。店名のシュシュというのはフランス語でお気に入りという意味です。店内はテーブル席とカウンター席で23席とこじんまりとした雰囲気でオープンキッチンとなっています。メニューは前菜2種、メイン料理2種の中から1つずつ選びます。こちらのカブのポタージュは濃厚で味がはっきりしていて、塩味とカブの甘みがしっかり感じられます。続いてポークビンダルとチキンキーマのスパイスカレー。ポークビンダルというのは豚肉をワインビネガーやニンニクなどに漬け込んで煮込んだもので、柔らかく味が染み込んでいます。豆は歯ごたえのある硬さで食感のアクセントとなっていて、紫玉ねぎと人参の酢漬けとパイナップルが色鮮やかで、その酸味と甘みがカレーの塩味とうまく調和されています。お米が一般的なものではなくバスマティライスを使われていて、こだわりを感じました。細長く粘り気がなくサラサラしているのが特徴で、カレーとの相性が良く、インド料理などでよく使われるお米です。こちらのパンは手作りで、食べてしまうとまた別のパンを持ってきてくれます。今回はプレーンタイプと黒ごまにチーズの入ったハードタイプのパンでした。デザートはコーヒーのブランマンジェ。フランス発祥のものでアーモンドで香り付けしているのが特徴です。こちらはコーヒーの風味とプリンとムースの間のようなふわっとした口当たりのいい食感で、量も含めて軽く食べられるランチのデザートらしい一品です。私が少し前に行った時のメニューはビーツのポタージュともち豚ロースカツレツでした。結構頻繁にランチメニューを変えているのかなと思います。渋谷で1000円で前菜、メイン、デザート、パンがついて本格的な料理を食べられる数少ないお店ではないでしょうか。お客さんは30代、40代が多い印象。オフィス街なので12時過ぎに一気に席が埋まることが多いので、開店の11時半に行くことをお勧めします。続いてはベッラビータ。渋谷駅から1分、路地裏にあります。ベッラビータというのはイタリア語で美しき人生という意味です。店内は1階がカウンター席、2階がテーブル席、3階がバーとなっています。メニューはこちら。今回は人気のエッグベネディクト。お店のコンセプトはヨーロッパと多文化を合わせたもので、イタリアンやフレンチはもちろん、ヨーロッパ各国の味付けや調理法を用いた創造性のある料理を楽しめます。こちらのブイヤベースは魚介の旨味が凝縮していて、濃厚で酸味が強く美味しいです。ランチのスープとは思えないクオリティで驚きました。エッグベネディクトはぷくっとしたポーチドエッグが可愛く、まず目で楽しむことができます。中はとろっとしていて、少し垂れるくらいのちょうどいい半熟です。ベーコンの塩味とキノコ、マヨネーズ風のソースと、お店で作られたもちもちのイングリッシュマフィンがマッチします。垂れてきた卵黄やソースをパンが吸収してくれます。サラダは少し酸味のある程度でメインの邪魔はしません。すべて手作りで少々お時間をいただくと書かれていますが、今回は注文してから料理が出てくるまで10分ちょっとくらいでした。これで満足感はあるのですが、手作りにこだわるお店だけにランチデザートセットもおすすめします。こちらはクレームブリュレで、カスタードの表面に砂糖を軽くまぶしてバーナーなどで焼いたもので、上の方がパリッとしたカラメルになっています。砂糖はカソナードというサトウキビで作られたフランス産のブラウンシュガーで、グラニュー糖と比較して甘みやコクがあり、味わい深いのが特徴です。焼かれているのでカソナード独自の上品な香りが漂います。サイズは大きめで食べ応え十分です。濃厚なブリュレとコク深いコーヒーが相性抜群でした。
こちらのラムのハンバーグギリシャ風も食べたことがありますが、ラムの肉々しさにザジキソースというヨーグルト風のさっぱりしたソースが他ではなかなか味わえない料理でした。この日の本日のランチはパスタでした。こちらのオーナーの奥さんはルーマニア出身のデザイナーの方で、店内は日本のお店とは思えないようなおしゃれな装飾です。渋谷の駅地下で落ち着いた空間、まだあまり知られていない穴場のお店なのかもしれません。続いてはビストログルマン。渋谷駅から3分、スペイン坂にあります。店名にも使われるビストロというフランス語ですが、定義はいくつかあって、その中でも食事とお酒を気軽に楽しむことのできるカジュアルなレストランという意味合いが強いのかなと思います。店内は61席と広々としています。メニューはこちら。一つのプレートにサラダやメイン料理を乗せられてくるタイプです。おすすめはピンクローストポーク。サラダはレモンドレッシングのかかったシンプルなもので、ミネストローネは軽い酸味のあるあっさりとした味わい。薄い茶色のパンはおそらく全粒粉が使われているものだと思います。チャーミートンという鹿児島県のブランド豚で、餌にお茶の成分カテキンを加えているのでチャーミートンと言われています。程よい脂肪があり、臭みが少なく肉食がいいのが特徴です。実際に食べてみても脂っこさはあまり感じません。2種のペッパーホールが何なのか店員さんに聞いてみたところ、ティムットペッパーというネパールのものとマーガオペッパーという台湾のものでした。細かい違いはあるのですが、共通するのがどちらも山椒のようなピリッとくる刺激が特徴です。山椒の辛みが苦手な方は別のメニューを選んだ方が良いと思います。ローストポークの下にはシンプルなマッシュポテトが敷いてあるので、小さめのパンとローストポークの割合はちょうど良い感じです。チーズケーキは正直あまり期待していなかったのですが、ふわっと柔らかく美味しくて驚きました。コーヒーもついて1100円です。一般の男性だと物足りなく感じると思います。今回はサービスで小さめのグラスに樽ワインを自分で注いで楽しむ体験ができました。お客さんは一人客から団体客まで、若い人から年配の方まで幅広いです。席もゆったり座れて、心地よい BGM が流れていて、ゆっくり食事を楽しみたい時におすすめです。続いては道玄坂コックマン。渋谷駅から3分、道玄坂路地裏にあります。木を基調とした古民家風の建物、肉をメインにフレンチ、イタリアン、中華を融合させたような料理が特徴です。店内は40席。メニューはこちら。おすすめは牛ハラミのステーキです。まずは前菜の盛り合わせ。フリッタータは日本でいう卵焼きのようなもので甘くないタイプです。紫キャベツの酢漬けはさっぱり味。ブロッコリーはアンチョビオイルでマリネされていて、絶妙な塩加減でもっと食べたくなりました。ポテトサラダはおそらく香辛料のガラムマサラを使っているのか、カレーの風味がしてよく合います。人参の酢漬けはオレンジ風味で甘みが強いです。かぼちゃの冷製ポタージュは滑らかな上品な口当たりと旨味がしっかり感じられ美味しいです。牛ハラミのステーキ、柚子胡椒のエマルジョンソース。ぎっしりと敷き詰められ重なっているのもあって、とにかくお肉の量が多いです。エマルジョンソースとは乳化したソースのことで、水分と油が混ざり合いとろみがつくこと。身近なもので言うとドレッシングやマヨネーズです。緑色の柚子胡椒のソースが濃くて牛肉と相性抜群で美味しいです。ライスは程よい硬さでお肉と合います。山盛りコールスローはドレッシングが野菜や果物の甘みが強く感じられ、あっという間に食べれてしまいます。マッシュポテトは量は少ないですが、バターの風味がしっかりしていて濃厚です。2000円くらいのフレンチのコースに出てくるような前菜の盛り合わせに、たっぷりの牛ハラミで1200円。かなりコスパ高いと思います。ハンバーグステーキが人気が高く、
肉厚でジューシーでこちらも食べ応えなかなかあります。お客さんは若い人が多いですが、40代、50代の方も見かけました。肉をがっつりと食べたい人におすすめです。最後にご紹介するのはビストロ堀鉄。渋谷駅から10分、駅から離れた奥渋と呼ばれるエリアにあります。店名はシェフの名前から付けられたそうです。店内は29席とこじんまりしています。こちらの野菜は自然農法と呼ばれる農薬や肥料を使わず作られたものを使用。週に一度シェフ自ら収穫していて、食材へのこだわりを感じます。今回は国産鶏チーズパン粉焼きトマトソース。ワンプレートランチなのですが、それとは別に最初にサラダが出ます。シンプルなレモンドレッシングのかかったグリーンサラダで、野菜そのものの味わいが口に広がります。鶏は胸肉で大きくて食べ応えあります。外はサク、中はしっとりと柔らかいです。おそらくパン粉にチーズを加えているのだと思いますが、チーズの風味と優しい味わいのトマトソースがまろやかにまとめてくれます。付け合わせの野菜が盛りだくさんです。この時は夏だったのですが、季節に合った旬の野菜が多く、それぞれの味や食感を楽しめます。ガラスの器に入ったものはピクルスで甘酸っぱくさっぱりしていて、ご飯は少し固めでふっくらとしたバターライスです。おしゃれなカップで提供されるホットコーヒーは濃いめで苦味が強くブラウンシュガーがよく合います。今回は限定と書かれたメニューですが、通常メニューの地養鶏もも肉のコンフィ、マスタードソースも美味しく、皮がパリ、中がホロホロ柔らかく、マスタードソースが優しくまとめてくれています。お客さんは30代、40代から年配の方まで、オフィスワーカーの利用も多く、男性、女性、バランスよく入っていました。店内のオブジェが目を引きますが、夜はジビエ料理を楽しむことができます。新鮮な食材や野菜をたっぷり食べたい人におすすめです。以上が渋谷でおすすめするランチ5選でした。渋谷は魅力的なお店が多く、今回その中から5店舗厳選しました。動画がいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。